太平洋の真ん中に位置するハワイ諸島。作家マーク・トウェインはここをこの世に存在する最も美しい島々の隊列と呼びました。しかし美しいのは島ばかりではありません。色鮮やかな熱帯魚たちが眩しいほどの輝きを放って泳ぐ海、そして魚たちの間を悠然と泳ぐウミガメ。まるで竜宮城のような美しさです。このハワイの海に冬になると姿を見せるのがザトウクジラ。目的は繁殖と子育てです。取材班が最初に出会ったのも生まれたばかりの赤ちゃんを連れたお母さんクジラ。お母さんが頭の先でつっつくように赤ちゃんを水面に押し上げているのは呼吸を助けるためです。クジラは私たち人間と同じ哺乳類。その先祖は陸上で暮らしていました。そのためか生まれつき上手に泳げるわけではありません。お母さんクジラがつきっきりで世話をしなければ生まれたばかりの赤ちゃんは溺れることさえあるのです。この赤ちゃんクジラは息継ぎのたびに体が浮いてしまい、お母さんの助けがないと潜れないようです。一方、こちらは生後1年ほどのコクジラくん。お母さんにマンツーマンの訓練を受けてきたのでしょう。ずいぶん上手に泳げます。コクジラくんは波と戯れる余裕も。お母さんはそんな彼のすぐ下を泳いでまさかの時に備えています。潜水の練習が始まったようです。でもコクジラはなかなか深く潜れません。潜水はとても難しい技術。お母さんが助け舟を出します。体を寄せて自分の起こす水流でコクジラくんを導いてやるんです。母とこの2人だけの生活、幸せな少年時代に終わりが近づいていました。2頭から少しだけ離れてずっとついてくるオスがいます。このオスはエスコートと呼ばれ、子供の父親ではありません。なのにこうしてつきまとっているのは次の交尾のチャンスを狙っているから。母親が子育てを終えて1頭のメスに戻る日をぴったりマークして待っているというわけです。しかしそれにはまだちょっと時間がかかりそうです。コクジラくんが独り立ちをするためには泳ぐだけでは十分ではありません。覚えなくてはならないことがいっぱいあるんです。中でも大切なのはザトウクジラ独特のパフォーマンス。まずはブリーチングに挑戦。これは体についた寄生虫を取るためと仲間とのコミュニケーションのために行うものと言われています。長い胸びれで水面を叩くのも仲間への合図。頭を突き出すスパイホッピングで周囲の状況を観察。尾びれを打ちつけるテールスラッピングで情報を伝えることも学ばなくてはなりません。そして尾びれを高く持ち上げての潜水。おや、お母さんの下に潜り込んでおっぱいをもらっているようですね。
空腹が満たされると今度はお母さんのお腹にぴったり。実はこれお昼寝のスタイルなんです。お母さんの胸びれに抱かれていれば呼吸が必要な時も本人は眠ったままお母さんが水面まで運んでくれます。それは穏やかで平和なひとときでした。親子の周りが騒然としたのは1週間ほど経ったある日のこと。十数頭のオスたちが親子を追いかけてきたかと思うと、後ろで激しい戦いを始めたのです。彼らは交尾の優先権を狙うチャレンジャーと呼ばれるオスたち。そして真のエスコートの座を争うこの戦いはヒート&ランと呼ばれ、とても激しいものです。これまでエスコートの役を務めてきたオスはチャレンジャーたちの挑戦を受けて立たなくてはなりません。この戦いに巻き込まれては危険です。親子はエスコートのオスを頼るしかありません。そんな親子の一番近くにいて身を挺して親子を守るエスコート。チャレンジャーたちが親子に近づかないよう大量の泡を吐き出して彼らを威嚇しています。水中では想像を絶する力と力の激突が起こっていました。体長10メートル、体重40トンを超える巨体が水の抵抗を押しのけてぶつかり合います。整然と縦一列に並んでいるのはチャレンジャーの間に順位があるからです。エスコートと戦うためには前を行くライバルを1頭ずつ倒し勝ち上がっていかなくてはなりません。最も強いオスだけが真のエスコートとなれるのです。お母さんがついに子供を頭の先に避難させました。いよいよヒート&ラン最大の一騎打ちです。泡で威嚇するエスコートですが、チャレンジャーはひるみません。下へ潜り込もうとするエスコートに対して尾びれをハンマーのごとく打ち込みます。お母さんは体を横に向けて子供をかばいます。直後、今度は下に回り込もうとするチャレンジャーへエスコートが逆襲。急降下から強烈な頭突き、これが決定打となりました。チャレンジャーたちは悔しさをぶつけるようにブリーチング。負けを認めて泳ぎ去っていきました。水中にはエスコートの声が響きます。勝利の歌です。幸せの絶頂と思えたこの時、しかし子クジラの試練が始まっていました。3頭のクジラたちはその後しばらく姿を見せませんでした。そして取材班の前に再び現れたのは2頭だけ。お母さんとエスコートだけになっていたのです。子クジラはどこへ行ったのでしょうか。子クジラは母親に突然置き去りにされていたのです。必死でお母さんの姿を探し求める子クジラ。
何とかしてお母さんを見つけなくては、その思いだけで泳ぎ続けます。お母さんが我が子を置き去りにしたのは次の新しい命のため。あの子ならもう大丈夫、そう確信したからこそ新しい命を求めて旅立ったのです。エスコートが愛の歌を歌っています。プロポーズは受け入れられました。コクジラにはまだ信じられません。お母さんが自分を置いてどこかへ行ってしまうなんて。でもお母さんはもう存在しないのです。母親であることを捨て、一頭のメスに戻ったクジラがたくましい伴侶を得て新しい暮らしを始めようとしていました。辺りに夕闇が迫る頃になっても、コクジラは母親を探し続けていました。けれどいつまでも探し続けるうちに、やがて一人で生きることの何たるかを見つけるはずです。そしてその時が彼の本当の独り立ちの時となります。